南米ペルーが誇る世界遺産、マチュピチュ。その麓にあるマチュピチュ村の初代日本人村長となった伝説の男をご存知でしょうか。その名は野内与吉。1917年、福岡から契約移民としてペルーへと渡った一人の若き開拓者でした。当時、マチュピチュの麓は密林に覆われた廃村同然の地。過酷な環境の中、野内は持ち前の執念で開拓を開始します。ある日、彼はこの地で良質な温泉を発見します。野内は自らの手で宿を建て、温泉付きのホテルを開業したのです。さらに彼は、自ら発電所を作って村に電気を通し、なんとマチュピチュ峠界を結ぶ鉄道の敷設にも尽力しました。この圧倒的な行動力と虫無弱の姿勢に、村人たちはアミーゴと呼び、絶大な信頼を寄せるようになります。1948年、村が正式な自治体となる際、ペルー国籍すら持たない日本人のうちが、全会一致で初代村長に任命されたのです。外国人でありながら村長となるのはペルー史上初。まさに一人の日本人の執念が起こした奇跡でした。今もマチュピチュ村には野内の名前を冠した通りがあり、現地の人々から偉大な開拓者として愛され続けています。ペルーの密林を切り開き、伝説の村を作った男。野内与吉の功績は、今もマチュピチュの風とともに静かに語り継がれています。アフガニスタンの果てしない砂漠。そこに、涌井ではなく泥だらけの作業着で立ち、重機を操る一人の日本人がいました。彼の名は中村哲。医師として現地に赴いた彼は、大干ばつによって命を落としていく無数の子供たちを目の当たりにします。汚れた水と飢えがある限り、薬では命を救えない。そう痛感した中村は、医師でありながら前代未聞の決意を固めます。100の診療所よりも、1本の用水路を。医療器具を置き、自ら重機の運転免許を取得し、砂漠に挑み始めたのです。土木工学の知識はゼロ。中村は専門書を一から猛勉強し、なんと日本の江戸時代に考案された伝統的な治水技術、斜め堰を応用しました。近代的な重機が使えない過酷な現場で、現地の自然素材である石や竹を活用し、誰も外事管理できる持続可能な工法を選んだのです。作業環境は極限状態。狂気的な暑さ、突発的な大洪水、さらには内戦によるテロの脅威が常に中村たちを襲いました。それでも中村の目は決して諦めませんでした。ここに水さえ戻れば、みんなまた故郷で暮らせる。その執念が奇跡を起こします。中村の無視無欲な背中を見て、最初は不審がっていた武装勢力や銃を持つ若者たちが、自ら銃を捨ててシャベルを握り始めたのです。そして2010年、苦節7年もの歳月を経て、ついに全長に 15km に及ぶ奇跡の用水路が開通しました。乾ききっていた砂漠に冷たい水が流れ込んだ瞬間、人々は歓声を上げ、アフガンの大地は一気に豊かな緑のオアシスへと変貌しました。かつて荒廃し見捨てられた土地に、なんと16万人以上の避難民たちが笑顔で戻り、再び農業を営むことができるようになったのです。現地の人々は親愛を込めて、今も中村をカカ・ムラド・鉄おじさんと呼び、その背中を伝説として語り継いでいます。命を救うとは、病を治すことだけではない。砂漠に緑を咲かせた一人の日本人の魂は、今もアフガンの水を支え続けています。大正時代の台湾南部、河南平原。そこは、雨が降れば大洪水、聖が続けば大地がひび割れる、見捨てられた不毛の荒野でした。誰もが農業など不可能と諦める中、一人の日本人技術者がこの地に降り立ち、壮大な夢を描き始めます。男の名は八田与一。彼は、ここにアジア最大のダムを建設し、荒野をすべて緑の農地にする、と宣言したのです。古代もうソウノホラ吹きだ、と周囲が嘲笑する中、八田は自ら泥まみれになりながら、広大な平原の測量を開始しました。1920年、歴史的な大工事、ウザン島ダムの建設が始動。八田は現地作業員とその家族のために、病院や学校まで建設します。八田は日本人と台湾人の作業員を絶対に差別せず、同じ宿舎で寝食を共にし、
無心の心で一人一人に敬意を払いました。しかし、大自然の猛威は過酷でした。トンネル掘削中に爆発事故が発生し、50名以上の尊い命が奪われる悲劇が襲います。激しい非難が集中する中、ハッタは日本人、台湾人の区別なく、犠牲者全員の名前を一つの殉職碑に刻み、涙を流して再起を誓いました。さらに資金難が襲い、大勢の作業員を解雇せざるを得なくなった際、ハッタは、優のう物ほど他で職がある。残された家族のために、無能と言われるものから残せ、と人情を貫きます。この圧倒的な人間味に心立たれた労働者たちは、再び団結し、24時間ノンストップで命がけの作業を続けました。そして1930年、着工から10年。ついに当時アジア最大にして世界最高峰のウザントウダムが異様を表したのです。水門が開き、豊かな水が張り巡らされた水路を流れ出すと、乾ききっていたカナンや異源は瞬く間に台湾最大の大穀倉地帯へと変貌しました。かつて極貧だった100万人以上の農民たちが豊かになり、ハッタの偉業は台湾の奇跡として歴史に深く刻まれました。今もダムの傍らにはハッタの銅像が佇み、毎年多くの現地人が感謝を捧げています。ダムの父、ハッタ余一の無私の魂は、今も台湾を潤し続けています。第二次世界大戦初期、ナチス、ドイツの狂気がヨーロッパを覆う中、無数のユダヤ人たちが絶望の淵に立たされていました。迫害から逃れる唯一の希望は、シベリア鉄道を得て脱出するための日本通過ビザを手に入れることでした。リトアにあの日本領事館の前には、命がけでビザを求める無数のユダヤ人の家族や子供たちが押し寄せました。そこに赴任していた日本の外交官こそが杉原千畝。彼は直ちに日本政府へ、特例でのビザ発給の許可を求める電報を送ります。しかし、同盟国ドイツへの配慮から、日本政府から届いた返答は非常な発給拒否の命令でした。葛藤する杉原。政府の命令に背けば、外交官としてのキャリアは完全に絶たれ、家族の命すら危険にさらされます。それでも、窓の外で震える子供たちの姿を見捨てることはできませんでした。人道と良心に従う。彼は重大な決意を固めます。1940年7月、杉原はインクで汚れた万年筆を強く握りしめ、手書きで命のビザを発給し始めたのです。食事の時間も眠る時間も削り、限界を超えてビザを書き続けます。手が激しくしびれて動かなくなっても、彼はペンを止めませんでした。迫り来るナチスの脅威。時間との戦いの中、杉原はインクまみれの手で1枚でも多くのビザを狂気的な執念で書き続けました。領事館の退去命令が下り、リトアニアを去る電車の車窓からも、彼はプラットフォームでビザの用紙を渡し続けました。杉原が命を懸けて書き上げたビザは、実に6000人以上もの尊いユダヤ人の命を救い出す奇跡となったのです。戦後、命令違反を理由に意外無償を追われるも、杉原は当然のことをしたまで、と微笑み、静かに語りました。闇の中で良心の光を灯した日本人の誇り。杉原千畝の命のビザは、人類の気高き象徴として世界で永遠に輝き続けています。